音が聞こえてきました。小学生の皆さんによるチャリティーコンサートが始まったようです。演奏しているのは札幌の羊ヶ丘音楽団ジュニアバンド。この日、札幌市内でコンサートがありました。少子化の影響で子どもたちが集まらないというピンチもありましたが、今、団員は小学1年生から6年生まで30人。どのようにしてピンチを乗り越えてきたのか、その活動に密着しました。羊ヶ丘音楽団ジュニアバンドの練習は札幌の福住小学校ですることが多いんです。楽団を指導しているのは斉藤拓先生。普段は清田高校の吹奏楽部も指導しています。小学生なので優しくと言いたいのですが、その指導ぶりを見るとこれがなかなか厳しいんです。走るってタンタタタンタンタン。汚いです。やっぱ揃えて構えて。全然合ってねえだろ、遅くて。こんな厳しい言葉も飛び出しますが、練習では子どもたちの笑い声も聞こえてきます。タラララララバーババーババー。優しくて、面白い。面白い。綺麗な音出してって言って一番綺麗な音出せるのが小学生。小学生本当に伸びますよ、どこまでも。団員の多くは福住小学校の小学生たちですが、羊ヶ丘音楽団は学区を超えて札幌市内のいろいろな小学校から子どもたちが集まっているんです。福住小学校の子、すごいいっぱいいる。じゃあありがとうありがとう。それ以外の小学校の子、じゃあ例えば何小、もう一回教えてもらっても。北野平小学校、三里塚小、三里塚小学校、平岡中央小学校、平岡中央小学校。何小何小？南野さん小学校、南野さん。すごい。どこ小どこ小？清田小学校。清田小学校。清田小学校も一人かな？もういろんな小学校から来てるけど、こんな仲良くてね。現在は7つの小学校から子どもたちが集まっていますが、その始まりは少子化で人数が減り、コンクールにも出られなくなった福住小学校と近くの北野平小学校が合同バンドを作ったのがきっかけ。誰でも入れる音楽団になったのは2023年のことでした。小学校の吹奏楽部ではないので練習場所が変わることがよくあります。そうなると楽器の移動が大変。これはお母さんやお父さんの助けがなくてはできません。みんなでやってるんですよね。中学生高校生はね、自分らで勝手にやるから、もうほとんど親手伝うことないし、でちゃんと学校の部活だから、お金もね部費で出てくるし、だから毎度トラック借りれるし。そうか。そう、我々はもうそんなとこどっからも金出てこないから、みんな府警の車出して運んで。楽器も大きなものが多いので車に乗せるのも大変ですし、こうして持って運ぶのも大人でも一苦労です。1月に函館で行われる全道大会への出場を決めた羊ヶ丘音楽団。今年の春で卒団することになる6年生にとっては最後の大きな大会です。7人いる6年生の中で打楽器を主に担当しているのは横野みなみさん。実は入団してまだ1年ほど。楽団に入ってから始めたというティンパニーなどの打楽器もすっかり上達しました。でもみんなと一緒にいられるのも残りわずかです。ちょっとそれ何？横野さんの自宅に伺うと、これで毎日のようにドラムの練習をするそうです。うちにあるんだ。
たまになんか間違うことないのあれ？いや間違っちゃうけど、その時はもう間違ってないですよみたいなふりしたらメンタル強い。まあ大体バレないみんながやろうって言うんだって言ってやり始めて、そう真剣にやってるんだから、そんなたまに行くじゃダメなんじゃないのとか言って、真剣にやろうかなみたいな、もう本当にゆっくりゆっくり入りながら、もういつの間にかもうどっぷりって感じです。こういう思い出とかたくさんあったので、やっぱちょっと寂しいなって思うこともあるけど、そして迎えた全道大会での演奏。楽団が存続するためのさらなる努力にも迫ります。函館での全道大会の前日、函館市内のショッピングモールに楽団の子どもたちの姿がありました。実は自分たちの音楽団としての活動を PR するために、人が集まるところで演奏をする機会も多いんです。ダンスも交えてこんな楽しい演奏もできちゃうんです。音楽そのものを楽しむ場があり、音楽を一緒に楽しむことができる仲間たちがいることが子どもたちにとって大事なことなんです。そして迎えた翌日の全道大会。6年生にとって大きな大会はこれが最後です。本番のステージ前ですが、どこかリラックスした雰囲気ですね。さあ、思い出に残るステージが始まります。この1年、みんなで一途に練習してきた成果をステージで存分に聴かせましょう。難しい楽曲ですが、渾身の演奏ができたようです。6年生も含めてみんないい笑顔、いい演奏でした。やっぱり続けていきたいですね。やっていてとっても楽しいので。先生と団員の仲がいいことです。でも面白いんです。そうですね、少子化もありますし、だんだん指導者もそうですし、なかなか活動が成り立たないっていうところが随分出てきているのが現状ですね。とてもやっぱり維持していくためにはお金がかかるのが現状です。その中でじゃあそのお金をどう捻出していくかということも大変難しい課題ではあるんですよね。そんな中で父母会であるとかそういった体制がしっかりしているところは私もなかなかその楽器維持管理ということでそれがあるから活動が難しいというようなことになっているのもやっぱり現状だと思うんですよね。今あったように小学校の部やクラブではないため、楽器の修理と買い替えが課題。
使っている楽器の中には古いものも少なくありません。みんな自分の楽器？私持ってます。自分の自分の楽器使ってるんだ。あれ自分のじゃない人は？借りて借りてるんだ。借りてる楽器で今何使ってるの？トランボーン。トランボーン。20年前とか30年前の楽器を未だに使ってて、やっぱり一つの楽器がやっぱり下手すると100万超えちゃうような、なかなかそういうものをやっぱり買い替えていくっていうのはすごい難しいと。で今回はそういう部分に対してポプラライオンズさんが、こういうチャリティーコンサートっていうのを開いてくださって、楽団で会費を積み立てていますが、それだけでは修理をしたり買い替えたりするには限界があるのが実情なんです。子どもたちのために楽器を何とかしたい、そんな思いで開かれたのがこのチャリティーコンサートでした。たくさんの募金が集まりました。乗り越えるべき課題はありますが、みんな明るく前を向いています。どうでしたか？いや、すごく楽しかったです。たくさん人いたので、いつも以上に楽しかったです。みんなが笑顔になれるような演奏をできるようになりたいです。これからも頑張ってください。今日は素敵な演奏ありがとうございました。少子化ゆえにね、今後部活動でもこういう課題を抱えていくのかもしれませんけども、支えてくださっている皆さんも吹奏楽団の一人だなと思いますね。それもお子さんの一生懸命な姿があってこそですよね。皆さんの行動一つ一つからも音楽やりたくてここに来てるんだっていうのが伝わりました。で、同じような悩みを抱えている小学校の吹奏楽部は多いということなんです。で、また羊ヶ丘音楽団では今後社団法人化してスポンサーを集めて活動をしていくということです。皆さんの活動が続けられることを願っています。